気を抜くな。敵はまだ追撃を諦めてはいないぞ。すぐに追いついてくるはずだ。南東へ進めば湖へ続く道へ出られる。エヴァと共に南東へ向かってくれ。サバイバルビュアーのキュアでエヴァを選べばエヴァの治療もできるわ。彼女が重傷を負ったらすぐに治療してあげるのよ。いいわね。スネーク、湖はもうすぐだぞ。なんとか逃げ切ってくれ。どこ行ったの？どこ行ってたのよ。スネーク、大丈夫か？なんとかな。エヴァは？治療した。なんとか歩ける。よかった。スネーク、気を抜くな。敵はまだ追撃を諦めてはいないぞ。すぐに追いついてくるはずだ。南東へ進めば湖へ続く道へ出られる。エヴァと共に南東へ向かってくれ。スネーク、湖はその崖を登った先だ。君の助けがあればエヴァも崖を登れるだろう。彼女を近くに連れてくるんだ。スネーク。助かったわ。助かった。あそこ。ザ・ボスね。私はウィグの離陸準備をしておく。ああ。邪魔はしない。でも帰ってきてね。きっとよ。綺麗でしょ。命の終わりは切ないほどに。命は最後に残りがを放つ。光とは死に行く者への闇からの選別。待っていたわ、スネーク。ずっとあなたの誕生、成長、そして今日の決着を。ボス、どうしてなんだ？どうして？世界を一つにするためよ。かつて世界は一つだった。だが大戦の終結とともに賢者たちの反目が始まり、世界は分散した。
コブラ部隊もバラバラになった。共に訓練し共に戦った仲間だ。政府の体制、時代の流れで敵味方がまるで風向きのように変わる。こんなバカな話はない。昨日の味方は今日の敵。冷戦。思い出せ、私がコブラ部隊を率いていた頃、米ソは同盟国だった。そして想像してみろ。21世紀に米ソが変わらず敵対してるかどうか。おそらく違う。時代によって時流によって敵は変異する。その中で我々軍人はもてあそばれるのだ。お前を育て鍛え上げたのも私とお前が戦い合うためにしたことではない。我々の技術は仲間同士を傷つけるためにあるのではない。では敵とは何だ。時間には関与しない絶対的な敵とは。そんな敵は地球上には存在しない。なぜなら敵はいつも同じ人間だからだ。相対的な敵でしかない。世界は一つになるべきだ。賢者たちを再び統合する。私は自分の技術をそこに投入する。大佐の資金をもとにそれを実現する。かつてのコブラ部隊のように。彼らという家族がいる。もう子供は産めないが、私には家族がいる。1951年11月1日、私はネバダの砂漠にいた。原爆実験へ参加するために。ネバダの語源はスペイン語の形容詞で、雪をいただく、雪のように白いという意味だ。私はそのネバダで文字通りの雪を見た。そして私の血は白く凍った。スネーク、お前も被爆したな、ビキニ干渉で。それがお前に惹かれた理由でもある。お前と私は同じだ。お互い人の作り出したカルマに蝕まれつつある。自然において死ぬことは許されない。私たちに明日はない。だが未来を夢見ることはできる。1960年、私はあるべき未来を見た。宇宙から。ソ連が人類初の人工衛星スプートニクの打ち上げに成功したのはその3年前だ。その衝撃は全米を揺るがし、アメリカは国の総力を挙げた有人宇宙飛行計画マーキュリー計画をスタートさせた。ソ連の有人宇宙飛行の成功は目前と言われている中、アメリカはまだチンパンジーをロケットに乗せた実験を繰り返していた。政府は人間のデータを欲しがった。そして非公式に人間を宇宙に放り出すことにした。選ばれたのは私だった。当時の宇宙船遮断技術は不十分で、乗員の被爆は避けられなかった。だから私が選ばれたんだ。すでに被爆していた私がな。教科書には載らない裏の歴史だ。その時、私は宇宙からこの星を見た。そして全てを悟った。米ソは宇宙開発にしのぎを削っている。政治で、経済で、軍備で無意な争いを続けている。見ればお前にもわかるはず。地球には国境などどこにもない。まして冷戦や東西の線引きなどどこにもない。皮肉なことに、米ソのミサイル競争も宇宙開発競争もこの答えにたどり着くために行われているようなものだ。21世紀には誰もが直視することになる。
我々は地球という小さな星の住人であるという事実を。共産主義も資本主義もない、それが世界のあるべき姿だ。